救急車を早く。AED もだ。俺の叫びがパニックに陥ったライブハウスにこだまする。スタッフが慌ただしく動き出すのを横目に、俺は今までピアノを弾いていたアンナの軌道を確保し、心肺蘇生を試みる。だが、この熱気に満ちた場所で、俺にできることは限られている。一刻も早く、設備の整った場所へ、彼女の命の灯火が今にも消え入りそうだ。けたたましいサイレンの音が近づき、やがて遠ざかっていく。次に俺が立っていたのは、無機質で冷たい空気が漂う大病院の廊下だった。処置室の重いドアが目の前で閉ざされ、俺はただ無力に立ち尽くす。祈るような気持ちで待つこと数十分、ドアが開き、現れたのは白衣を着た男だった。倉田。俺の過去を知り、そして未来さえも嘲笑うかのような冷酷な目をした男。奴は吐き捨てるように言った。やはり君か、霧島。またしゃしゃり出てきたのか。お前に一体何ができる。かつて取り返しのつかない過ちを犯し、すべてから逃げ出したお前に。そうだ。俺は一度すべてを捨てた。医師としての誇りも未来も、この手で救えるはずの命を救えず、絶望の淵に沈んだ。だが、違う。今度こそ、込み上げる劇場が体の奥底から突き上げてくる。そうだ。この俺の手はまだ覚えている。人体の緻密な構造を、メスの冷たい感触を、そして何よりも失ってはならない命のぬくもりを、彼女の音を、彼女の笑顔を、彼女の未来を、この手で取り戻すんだ。俺は目の前の男、倉田の無別に満ちた視線をまっすぐに見据え、心の奥底から絞り出すように、しかし揺るぎない声で告げた。俺の人生のすべてをかけた魂の言葉を、俺に執刀させてください。今はボロい喫茶店の店員だろうが、そんな奴に執刀させるとでも思うのか。俺は今、埃っぽいカウンターの中でコーヒーの豆を引き、レコードに針を落とすだけの、ただの喫茶店のマスターだ。世間から見れば、アンナの命を預けるに値しない、裏ぶれた男だろう。メスを握る資格など、とうの昔に捨てたつもりだった。社会的な地位も、医師としての肩書きも、もう何もない。だが倉田、お前には分かるまい。アンナの命が消えかかっている、この瞬間に、俺がどれほどの覚悟でここに立っているのかが。俺は一歩前に進み、倉田の目を射抜くように見つめ返した。確かに、今の俺は罵声の喫茶店の店員に過ぎない。あんたの言う通り、かつて全てを捨てた逃亡者だ。だがな倉田、それでもこの手は、この脳は、そしてこの魂は、アンナを救うための道を知っている。あんたが提唱する最新の術式のリスクも、そしてもっと確実な方法があることも、俺にはわかるんだ。俺の声は怒りというよりも悲痛な叫びに近かったかもしれない。周囲にいた看護師や若い医師たちが息を飲んで俺たちのやりとりを見つめている。誰もがこの常軌を逸した状況に戸惑いを隠せないでいた。俺の名前は霧島作。古いジャズ喫茶のカウンターに立ち、昼下がりの気だるい光の中でグラスを磨くのが日課だ。壁一面に並ぶレコードジャケットは俺の唯一の慰めであり、逃げ場所でもある。かつてこの手で何人もの命を救ってきた。なんて過去は、埃をかぶったレコードのように店の片隅にひっそりとしまい込んでいる。今はただ豆をひく音、湯を注ぐ音、そして客たちのざわめきだけが俺の世界のすべてだった。マスター、いつものブレンドを濃いめで。常連の田中さんが新聞を片手にカウンター席に腰を下ろす。俺は無言でうなずき、手慣れた仕草でコーヒーを入れる。この店、ブルーノートは先代である叔父が亡くなってから俺が引き継いだ。叔父は俺が全てを投げ出して途方に暮れていた時、黙ってこの場所を提供してくれた。理由など何も聞かずに、だから俺はこの店を大切に守っている。いや、守られているのは俺の方かもしれない。客はまばらだ。平日の昼間はいつもこんなもの。時折、レコードを選びに来るマニアックな客や、静けさを求めて読書に勤しむ人が訪れるくらい。それがいい。騒がしいのはもううんざりだった。人の感情が渦巻く場所は
息が詰まる。ここでは音楽が全てを包み込み、余計な言葉は必要ない。俺は客と必要最低限の会話しかしない。それが心地よかった。田中さんがコーヒーをすすりながらスポーツ新聞の経営欄に目を落としている。俺は磨き上げたグラスを棚に戻し、次の客のためにカップを温め始めた。壁にかけられた時計の秒針がやけに大きく聞こえる。カチカチカチ。それはまるで俺の止まってしまった時間を刻んでいるかのようだった。もう何年になるだろうか。あの白い巨塔を後にしてから。かつての同僚たちは今頃どうしているだろうか。俺の名前などもう誰も覚えていないかもしれない。それでいい。俺は霧島作という男の過去をこのブルーノートの薄暗い照明の中に溶かしてしまいたかった。その日はやけに空が青く澄み渡っていた。窓から差し込む光が店内の埃をキラキラと照らし出す。いつものようにカウンターの奥でレコードを選んでいると、ドアベルが軽やかな音を立てた。いらっしゃいませ。反射的に発した言葉は、自分でも驚くほど低く、抑揚がなかった。視線を上げると、そこには一人の女性が立っていた。年の頃は俺と同じくらいだろうか。シンプルな白いワンピースに麦わら帽子。その姿は、まるで古いフランス映画のワンシーンから抜け出してきたかのようだった。そして何より、彼女の周りだけ空気がふわりと明るくなったような気がした。席空いていますか？少し不安そうな、それでいて芯のある声だった。俺は無言で空いているテーブル席を指さす。彼女は小さく会釈すると、窓際の席にゆっくりと腰を下ろした。その仕草が、なぜか妙に懐かしく感じられた。彼女はメニューを手に取ったが、すぐに顔を上げ、店内を興味深そうに見回している。その視線が壁のレコードジャケット、年代物のスピーカー、そしてカウンターの中のお礼と順に移動する。俺は平静を装いながらもどこか落ち着かない気分だった。初めて見る客のはずなのに、なぜだろう。胸の奥がざわつく。素敵な雰囲気のお店ですね。ジャズがお好きなんですか？彼女が不意に話しかけてきた。その声に俺は心臓が跳ねるのを感じた。まさか、そんなはずはない。ありえない。でもその声の響きは、俺の記憶の奥底に眠っていた、ある旋律を呼び覚ますかのようだった。ええ、まあ。俺は短く答え、視線をそらす。これ以上、彼女と目を合わせたくなかった。もし万が一、俺の勘違いでなかったとしたら、彼女はしばらく黙って窓の外を眺めていたが、やがて再び口を開いた。もしかして霧島くん？その言葉は、鋭いナイフのように俺の胸を貫いた。俺は息を飲み、ゆっくりと、彼女の方へ顔を向けた。彼女は、麦わら帽子をテーブルに置き、まっすぐに俺を見つめている。その瞳には、確信と、そして、わずかな戸惑いの色が浮かんでいた。立花、アンナか？声が震えているのが自分でも分かった。そうだ、間違いない。彼女は立花アンナ。俺の高校時代の初恋の相手。俺が、この手で誰かの命を救いたいと、そう強く願うきっかけになった女性だった。アンナは、ふわりと微笑んだ。その笑顔は、昔と少しも変わっていなかった。太陽のように明るく、周りの人間を引きつける。そんな笑顔。やっぱり、久しぶり。こんなところでお店やってたんだね。アンナは嬉しそうに声を弾ませる。俺は言葉を失っていた。まさか、こんな形で再会するなんて、予想もしていなかった。心の準備なんてできるはずもなかった。ああ、偶然だな。俺はなんとかそれだけを絞り出す。心臓が早金のようになり続けている。額にはうっすらと汗が滲んでいた。アンナは俺のぎこちない態度に気づいたのか、少し表情を曇らせた。本当に偶然。日本に帰ってきて、少し時間ができたから、昔住んでた町を散歩してたの。そしたら、このお店を見つけて、なんだか惹かれるものがあって。そうか。会話が途切れる。重い沈黙が俺たちの間に横たわる。俺はアンナの顔をまともに見ることができなかった。彼女は俺がこんなバスへの喫茶店のマスターになっていることをどう思うだろうか。
軽蔑するだろうか、それとも哀れむのだろうか。霧島くん元気だった？アンナの優しい声が沈黙を破る。俺は曖昧にうなずくことしかできなかった。元気とは言えなかった。少なくとも彼女が知っている頃の俺ではなかったから。私はね、ずっと海外でピアノを弾いてたんだ。プロのジャズピアニストとしていろんな国を回って。アンナは少し誇らしげに、そしてどこか寂しげに語った。そうか、彼女は夢を叶えたんだ。昔から彼女のピアノは素晴らしかった。クラスメートたちがアイドルや流行りの歌に夢中になっている間も、彼女はいつも音楽室で黙々とピアノに向かっていた。その姿は神々しいほどに美しかった。すごいな。夢を叶えたんだな。俺は素直にそう思った。同時に自分の今の姿がひどく惨めに感じられた。アンナはふと何かを思い出したように表情を曇らせた。でもね、ちょっといろいろあって、今は少しお休みしてるの。その言葉には何か引っかかるものがあった。俺は医者ではない。もう誰かの体の異変に気づくことなどできないはずだ。それでも彼女の言葉の端々から、そしてその顔色から何か不穏なものを感じ取ってしまった。いろいろ俺は聞き返していた。彼女は一瞬ためらうような表情を見せたが、やがて諦めたように小さく息を吐いた。実はね、少し前に日本に戻ってきたの。検査と治療のために。治療。俺の胸騒ぎが大きくなる。アンナは俺の視線をまっすぐに受け止めて、静かに告げた。脳にちょっと厄介なものが見つかって、手術が必要だって言われてるの。でもすごく難しい手術みたいで、なかなか覚悟が決まらなくて。その言葉を聞いた瞬間、俺の頭の中で何かが砕ける音がした。手術。その言葉は、俺が最も聞きたくない、そして最も向き合わなければならなかった過去の記憶を呼び覚ます。そうか、大変だったな。俺はそれしか言えなかった。彼女の病状の深刻さがひしひしと伝わってきた。そしてなぜ彼女がこんなにも儚げに見えるのか、その理由も。アンナは無理に笑顔を作ろうとしたが、その瞳の奥には深い不安の色が滲んでいた。でも大丈夫。きっと良くなるって信じてるから。彼女はそう言ったが、その声はかすかに震えていた。俺は何も言えなかった。慰めの言葉も、励ましの言葉も、今の俺には何も見つからなかった。かつて、人の命を救うために全てを捧げようとした男は、今はただ、目の前で苦しんでいる初恋の人を前に、立ち尽くすことしかできない。コーヒーお願いしてもいいかな。あなたの入れるコーヒー、どんな味がするのか飲んでみたい。アンナは努めて明るい声で言った。俺は黙ってうなずき、カウンターの中に戻った。豆をひき、湯を沸かす。その一つ一つの動作が、やけにぎこちなく感じられた。アンナの視線を感じながら、俺は震える手でコーヒーを入れた。カップを彼女の前に置くと、アンナは、ありがとう、と小さく微笑んだ。そして、一口コーヒーを飲むと、驚いたように目を見開いた。美味しい。すごく優しい味がする。その言葉は、俺の心の奥深くに、小さな明かりを灯したような気がした。優しい味。俺が入れるコーヒーに、そんな味がするのだろうか。自分では気づかなかった。霧島くんが、お医者さんを辞めたって聞いたときは、本当に驚いたんだ。アンナが、ふとつぶやいた。俺は息を飲んだ。彼女は知っていたのか。どうして。アンナは少し寂しそうな目で俺を見た。昔言ってたじゃない？たくさんの人を助けられるお医者さんになりたいって。あの時の霧島くんの目、すごくキラキラしてたから。だから何か大きな理由があったんだろうなって、ずっと気になってた。俺は何も答えられなかった。彼女の純粋な言葉が鈍器のように俺の心を打ちのめす。そうだ、俺はかつてそんな理想に燃えていた。アンナがいたから、アンナのあの言葉があったから、俺は医師を目指したんだ。ごめん、詮索するつもりじゃなかったの。ただ、アンナは慌てて言葉を継ごうとする。俺はそれを遮るように首を振った。
いや、いいんだ。俺はアンナから視線をそらし、窓の外に目を向けた。青い空は相変わらずどこまでも高く澄み渡っている。だが、俺の心は分厚い灰色の雲に覆われたままだった。アンナはしばらく黙ってコーヒーを飲んでいたが、やがて静かに立ち上がった。今日はありがとう、霧島くん。美味しいコーヒーごちそうさまでした。また来てもいいかな。その言葉に俺は一瞬ためらった。彼女とこれ以上関わることは俺にとってあまりにも辛い。しかし彼女の瞳に浮かぶ切実な光を見てしまうと断ることなどできなかった。ああ、いつでも。俺はそう答えるのが精一杯だった。アンナは安堵したように微笑むと、じゃあまたね。と言って店を出て行った。ドアベルが寂しげな音を立てる。彼女がいなくなった店内は急にガランとして静寂が戻ってきた。しかしその静寂は先ほどまでのものとはどこか違っていた。俺の心の中に小さな波紋が広がっていた。それは痛みなのか、それとも。俺はアンナが座っていたテーブルに残されたコーヒーカップを手に取った。まだかすかに温かさが残っている。そして彼女の残り香がふわりと鼻をかすめた。あの日以来、アンナは時折ふらりとブルーノートに顔を見せるようになった。最初は週に一度、それが二度になり、やがて毎日のように決まった午後の時間に彼女はやってくるようになった。決まって窓際のあの日の席に座り、一杯のコーヒーを注文する。俺は相変わらず無口なマスターを装っていたが、彼女がドアを開けるたびに、胸の奥で何かが小さく音を立てるのを感じずにはいられなかった。アンナは時々持参した楽譜をテーブルに広げ、指で鍵盤を叩く真似をしながらメロディーを口ずさんでいた。その姿は痛々しくもあり、しかし音楽への渇望に満ちていて、俺は目をそらすことができなかった。この店には、おじが使っていた古いアップライトピアノが片隅に置かれている。調律はもう何年もされておらず、ただの置物と化していたが、アンナは最初に来た時から、そのピアノに気づいていたようだった。ある雨の日、客はアンナ一人だった。外は灰色の雨が降りしきり、店内には湿った空気が漂っていた。アンナはいつものようにコーヒーを飲み終えると、おずおずとピアノの方へ歩み寄った。霧島くん、このピアノ弾いてもいいかな。俺は一瞬ためらった。あのピアノは俺にとって過去の象徴のようなものだった。音楽は好きだが、自ら楽器に触れることは、あの出来事以来避けてきた。しかし、アンナの期待に満ちた眼差しを前に、俺は、あーと短く答えるしかなかった。雨音と溶け合うように、ピアノの音色が店内に満ちていく。俺はカウンターの中で目を閉じて、その音に聞き入っていた。アンナのピアノは昔と変わらず、聴く者の心を優しく包み込むような温かさを持っていた。しかし、その音色には、以前にはなかった深い悲しみと、それでもなお失われない希望のようなものが同居しているように感じられた。一曲弾き終えると、アンナは静かに鍵盤から指を離した。やっぱり少し音がずれてるね。でもなんだか愛おしい音がする。そう言って、彼女は柔らかく微笑んだ。その日から、アンナは時々ピアノを弾くようになった。彼女が奏でる音楽は、まるで止まっていた俺の心に少しずつ潤いを与えてくれるかのようだった。俺は相変わらずぶっきらぼうな態度を変えなかったが、彼女が奏でる音楽は、俺の堅くなな心の壁を少しずつ溶かしていくのを感じていた。アンナのピアノの音色を聞いていると、ふと高校時代の記憶が蘇ってきた。あの頃のアンナはいつも音楽室でピアノを弾いていた。放課後の誰もいない音楽室に響き渡る彼女の奏でる旋律。それは俺にとって何よりも美しい聖域のような時間だった。俺は当時特に将来の夢もなく、ただ漠然と日々を過ごしていた。勉強もそこそこ、運動もそこそこ。そんな俺にとってアンナの存在は眩しすぎた。彼女はいつも自分の目標に向かってまっすぐで、そのひたむきさがどこか遠い世界の出来事のように感じられた。ある日のことだった。文化祭の準備で賑わう放課後、俺はいつものように音楽室を覗いた。アンナは珍しくピアノを弾いていなかった。窓の外をぼんやりと
眺めている彼女の横顔はいつもよりずっと寂しげに見えた。立花、どうかしたのか？俺は柄にもなく声をかけた。アンナは驚いたように振り返り、そして力なく微笑んだ。霧島くん。ちょっとね。彼女の目が少し潤んでいることに気づいた。俺は何も聞けずに、ただ彼女の隣に立った。しばらく沈黙が続いた後、アンナがぽつりと話し始めた。おばあちゃんがね、少し前に倒れちゃって、ずっと入院してるんだけど、なかなか良くならないの。彼女の声は震えていた。大切な家族が苦しんでいる。その痛みが俺にも伝わってくるようだった。お医者様は一生懸命やってくれてるんだけど、私何もできないの。ただ、お見舞いに行って手を握ってあげることしかできない。それがすごく悔しくて。アンナはぎゅっと唇を噛みしめた。その姿を見て、俺は自分の無力さを痛感した。そうだ、俺も何もできない。慰めの言葉一つ、まともにかけられない。もし、俺に何か特別な力があったなら、もし誰かの苦しみを和らげることができたなら、立花のピアノはきっとおばあさんの力になると思うぞ。俺はやっとそれだけを口にした。アンナは驚いたように俺を見た。私のピアノが。ああ、お前のピアノは人の心を動かす力がある。俺だっていつも元気をもらってる。それは紛れもない本心だった。彼女のピアノは俺のすさんだ心を何度も癒してくれた。アンナは俺の言葉を聞いて少しだけ顔を上げた。そして涙をこらえながらそれでもはっきりとこう言った。ありがとう、霧島くん。私ね、もっともっと上手になって、たくさんの人を私のピアノで元気にしたい。そしてね、もしお医者様みたいに直接誰かを助けられる人がいるなら、そういう人って本当にすごいと思うの。私も誰かの役に立てる人になりたい。その言葉は俺の胸に深く突き刺さった。誰かの役に立てる人。アンナの純粋な思いが俺の中で眠っていた何かを揺り動かした。俺はその時、初めて真剣に将来のことを考えた。俺に何ができるだろうか。俺は何になりたいのだろうか。アンナの言葉、そして彼女のひたむきな姿が、俺に進むべき道を示してくれたような気がした。そうだ、俺は医者になろう。この手で苦しんでいる人を助けられる人間になろう。アンナのように誰かの心を救うことはできないかもしれないけれど、せめてその命を救える人間になりたい。そう強く思った。それが俺が医師を目指すようになった最初のきっかけだった。アンナの存在そのものが俺にとっての道しるべだったのだ。そんな昔のことを思い出しながら、俺はカウンターの中で静かにグラスを磨いていた。あの頃の純粋な気持ちはどこへ行ってしまったのだろうか。その時だった。店内に響いていたアンナのピアノの旋律が不意に途切れた。ミスタッチとは違う。まるで糸が切れたような唐突な中断だった。俺はハッとして顔を上げた。アンナは鍵盤に両手を置いたままうつむいている。その肩が小さく震えているのが見えた。アンナ。俺が声をかけると彼女はゆっくりと顔を上げた。その顔は青ざめ、額には油汗が滲んでいる。ごめん。ちょっと指が。アンナはかすれた声で言った。たまにあるの。急に指が思うように動かなくなる時があって。指が動かなくなる。俺は息を飲んだ。それはピアニストにとって致命的な症状ではないか。俺はカウンターから飛び出し、アンナのそばへ駆け寄った。大丈夫か？無理するな。大丈夫。少し休めば、また弾けるから。アンナは弱々しく微笑もうとしたが、その表情は痛々しいほど歪んでいた。彼女は自分の指をじっと見つめている。その目には、ピアニストとしての誇りと、そして、言いようのない恐怖の色が浮かんでいた。俺は意を決して、彼女に尋ねた。これまでずっと避けてきた、確信に触れる質問を。アンナ、差し支えなければ教えてくれないか？何の病気なんだ？俺の声は、自分でも驚くほど静かだったが、その問いには無視できない重さがこもっていたはずだ。
アンナは一瞬、驚いたように目を見開いた。そして、諦めたように小さく息をつくと、震える声で、しかし、はっきりと告げた。グリオーマだって、脳の中にできてるの。グリオーマ。その言葉は、俺の鼓膜を通り過ぎ、過去の記憶と直結した。脳外科医だった頃、幾度となく向き合ってきた難敵。その中でも、たちの悪い腫瘍の一つだ。場所があんまり良くないみたいで、手術もすごく難しいって。アンナの声はだんだんとか細くなっていく。彼女の美しい瞳からポロリと涙がこぼれ落ちた。俺は何も言えずに、ただ彼女のそばに立ち尽くすしかなかった。彼女の口から直接病名を聞いたことで、曖昧だった不安が冷たい現実となって俺の胸に突き刺さる。そして彼女の指に現れた症状は、その現実が刻一刻と深刻さを増していることを示していた。俺は何も言えなかった。ただ、彼女の震える肩を支えることしかできない。俺の手は、あまりにも無力だった。手術のこと、いろいろ調べてるんだけどね。しばらくして、少し落ち着きを取り戻したアンナが、コーヒーカップを両手で包み込みながら、小さな声で言った。私の腫瘍、すごく厄介な場所にあるらしくて、成功する確率もあまり高くないみたい。俺は黙って聞いていた。医者ではない俺に何が言えるだろうか。かつて、俺も同じような言葉を患者の家族に告げたことがあった。その時の重苦しい記憶が蘇り、胸が締め付けられるようだった。でもね、諦めたくないの。まだ弾きたい曲がたくさんあるし、聴かせたい人もいるから。そう言って、アンナは俺の目をまっすぐに見た。その瞳の奥には強い意志の光が宿っていた。俺はその力強い眼差しから逃れるように視線を落とした。主治医の先生は日本の脳外科ではトップクラスの人だって言ってた。だからきっと大丈夫だって信じてるんだけど。主治医？俺は思わず聞き返していた。うん、倉田教授っていう先生。すごく有名な先生みたいよ。倉田教授。その名前を聞いた瞬間、俺の背筋に冷たいものが走った。まさかあの倉田か？俺が医療の世界から逃げ出す直接的な原因を作ったあの男か？俺は動揺を悟られまいと必死に平静を装ったが、声がかすかに震えるのを抑えられなかった。倉田樹教授か？そう、倉田樹先生。知ってるの？アンナがきょとんとした顔で俺を見る。知っているどころではない。いや、名前を聞いたことがあるだけだ。俺は何とかそう答えた。アンナに倉田との因縁を話すわけにはいかない。だが、胸の奥で警鐘が鳴り響いていた。倉田がアンナの主治医だなんて、あまりにもできすぎている。これは単なる偶然なのだろうか。そうなんだ。先生すごく自信家みたいで、私の手術も必ず成功させるって言ってくれてるんだけど、時々すごく冷たい目をするの。なんだか私のこと、人間じゃなくてただの症例として見てるみたいな。アンナの声が不安げに揺れる。俺は倉田の顔を思い出していた。プライドが高く、自分のキャリアのためなら手段を選ばない男。患者のことよりも手術の難易度やそれによって得られる名声を優先するような人間だった。もしアンナの腫瘍が本当に厄介なものだとしたら、倉田はそれを自分の手柄にするためにリスクの高い手術を強行する可能性がある。アンナ、その手術本当に大丈夫なのか？俺は思わず口にしていた。アンナは驚いたように俺を見た。俺が彼女の病状に踏み込んだのはこれが初めてだったからだ。大丈夫だって先生は？いや、倉田教授は確かに腕は立つ。だが、俺は言葉を濁した。これ以上は言えない。俺には何の権限もないのだから。しかし、アンナの命がかかっているかもしれないと思うと、黙ってはいられなかった。セカンドオピニオンは考えたのか？セカンドオピニオン？ああ、他の医師の意見も聞いてみるべきだ。特に、難しい手術だというならなおさらだ。俺の言葉に、アンナは少し戸惑ったような表情を見せた。でも、倉田先生は日本で一番だって。一番かどうかは誰にもわからない。医者だって人間だ。
間違うこともある。俺は自分自身に言い聞かせるように言った。そうだ、恩師だって間違えたのだ。そして、俺はその間違いを正すことができなかった。アンナはしばらく黙って何かを考えていたが、やがて顔を上げた。霧島くん、ありがとう。少し考えてみる。その言葉に、俺は少しだけ安堵した。だが胸騒ぎは消えなかった。倉田の影が、アンナの未来に暗く、垂れ込めているような気がしてならなかった。それから数日後、アンナは一枚の診断書を手に、いつものようにブルーノートへやってきた。その顔はいつもよりこわばって見え、何か大きな決意を秘めているようだった。彼女はカウンター席に座ると、深呼吸を一つして、カバンから折りたたまれた書類を取り出した。倉田教授からのものだろう。病院のロゴが見えた。これ、私の。アンナはためらいがちに、その書類を俺の前に置いた。その手はかすかに震えている。俺が書類に手を伸ばそうとした瞬間、アンナがそれを制するように、俺の手の上にそっと自分の手を重ねた。霧島くん、お願いがあるの。真剣な眼差しだった。俺は黙って彼女の次の言葉を待つ。この診断書、霧島くんに見てほしいの。そして、霧島くんの意見を聞かせてほしい。セカンドオピニオンみたいな形で。俺は息を飲んだ。セカンドオピニオンだと。俺はもう何年もメスを握っていない。医療の現場からも遠ざかっている。そんな俺に何が言えるというのだろう。アンナ、俺はもう医者じゃ。わかってる。でもお願い。アンナは俺の手をぎゅっと握りしめた。その手は驚くほど冷たかった。私、霧島くんのこと昔からすごく信頼してる。あなたがどんな道を選んだとしても、その根本にある優しさや誠実さは変わらないって信じてるから。だから心から信頼してる人に見てもらいたいの。今の私の状況を。彼女の瞳は潤んでいたが、そこには懇願だけではない。俺への絶対的な信頼が込められていた。そのまっすぐな思いに俺は言葉を失う。断ることなんてできるはずもなかった。俺の過去を知る彼女が、それでもなお俺を頼ってくれている。その事実が重く、そして温かく俺の心に響いた。俺はゆっくりとうなずいた。わかった。俺でよければ。アンナの表情がわずかに和らぐ。俺は彼女の手をそっと離し、目の前の診断書に視線を落とした。その一枚の紙に彼女の未来がかかっている。そして俺の過去もまた、この瞬間から再び動き出そうとしていた。俺はそれを受け取り、目を通した。専門用語が並んでいたが、かつて叩き込まれた知識がその意味を正確に理解させた。診断名はやはりグリオーマ。そして腫瘍の位置は脳幹に近い。手術が非常に困難な場所だった。倉田が提案している術式は確かに最新のものではあったが、同時にリスクも極めて高いものだった。成功すれば彼の名声はさらに高まるだろうが、一歩間違えれば。俺は診断書から顔を上げアンナを見た。彼女は不安そうな顔で俺の反応を待っている。俺は言葉を選びながらゆっくりと口を開いた。確かに難しい手術になるだろうな。でも可能性がないわけじゃない。俺は嘘はつけなかった。しかし絶望的な言葉を口にすることもできなかった。アンナは俺の言葉にわずかな希望を見出したようにかすかにうなずいた。俺は診断書から顔を上げ、彼女の不安げな瞳をまっすぐに見据えた。この腫瘍はグリオーマの中でも特に進行が早く、浸潤しやすいタイプだ。しかも場所が脳幹に近い。だから倉田教授が提案している術式もかなり大胆なアプローチにならざるを得ないんだろう。腫瘍を完全に取り除くことと重要な神経機能を温存することのギリギリの選択だ。俺はできるだけ専門用語を避け、アンナにもわかるように言葉を選んだ。かつて患者やその家族に説明した時のように、いや、それ以上に慎重に。アンナは黙って俺の言葉に耳を傾けていた。その瞳には恐怖だけでなく理解しようとする強い意志が感じられた。霧島くん、やっぱりすごく詳しいんだね。なんだか倉田先生よりもずっとわかりやすい気がする。アンナは力なく微笑んだ。もし霧島くんが今もお医者さんだったら、
私、霧島くんに手術してもらいたかったな。なんて思っちゃった。その言葉は細くか弱かったが、俺の胸の奥深くに鋭く突き刺さった。彼女の純粋な信頼が俺の過去の傷をえぐる。俺は言葉に詰まった。アンナはそんな俺の様子を察したのか、慌てて付け加えた。ごめんね。変なこと言って困らせるつもりじゃ。いや、俺は首を振った。そんな風に言ってくれてありがとう。アンナはうつむき、小さな声で続けた。霧島くんに言われた通り、倉田先生にセカンドオピニオンのことも少し話してみたの。他の術式の可能性とか。でも先生は、私の診断と治療方針がベストだ。これ以上時間を無駄にするべきじゃないって。結局最初の予定通り、あの術式で手術することになったの。オペの日も来週に決まったわ。来週。あまりにも時間がなさすぎる。倉田は何をそんなに急いでいるんだ。アンナは顔を上げ、俺の手を再びそっと握った。その手はやはり冷たい。それでね、霧島くん。最後にお願いがあるの。最後。俺は思わず聞き返した。その言葉の響きが不吉な予感をかき立てる。うん。アンナは一度言葉を切り、そして決意を込めた瞳で俺を見つめた。手術の前に私のピアノ聴きに来てほしいの。小さなライブハウスだけど、ずっとお世話になってる場所で、ささやかなコンサートを開くことにしたの。今の私にできる精一杯の演奏をしたい。そしてそれを霧島くんに聞いてほしい。彼女の声は震えていたが、その奥にはピアニストとしての矜持が確かにあった。最後だなんて言うなよ。俺の声もまた震えていた。手術はきっと。アンナは静かに首を振った。もしかしたら本当に最後になるかもしれないでしょ。だったら後悔したくないの。私の音をちゃんと誰かに届けたい。そしてその誰かが霧島くんであってほしいの。彼女の瞳からまた一筋の涙が頬を伝った。それは絶望の涙ではなく、何かを覚悟した人間の澄み切った涙のように見えた。俺は何も言えなかった。彼女の覚悟を前に安易な慰めの言葉など何の役にも立たないように思えたからだ。わかった。必ず聞きに行く。俺はそう答えるのが精一杯だった。アンナはその言葉を聞いて、心の底から安堵したようにふわりと微笑んだ。それはまるで少女のような無垢な笑顔だった。その日の夜、俺は久しぶりに医療専門書が並ぶ書棚の前に立っていた。埃をかぶったそれらの本は俺の過去の亡霊のようだった。しかし、俺は迷わず一冊の本を手に取った。恩師が残した脳外科手術に関する研究論文集だった。その中には恩師が晩年取り組んでいたある特殊な術式に関する記述があるはずだ。それはあまりにも難易度が高く、実用化には至らなかった幻の術式。しかし、もしその術式がアンナを救えるとしたら、俺はページをめくる手を止めることができなかった。アンナのピアノの音色が、そして彼女の不安げな瞳が俺の脳裏から離れなかった。倉田の冷たい目が俺の過去のトラウマを呼び覚ます。俺はもう逃げるわけにはいかないのかもしれない。そう思い始めていた。アンナの最後のコンサートが俺に与えられた最後のチャンスなのかもしれない。そんな予感さえしていた。アンナの最後のコンサートの夜が来た。古いライブハウスは彼女の友人や音楽仲間、そして俺のような彼女の音に魅せられた人々で埋め尽くされていた。ステージに現れたアンナは少し痩せたように見えたが、その瞳は星のように輝いていた。白いシンプルなドレスが彼女の儚さと気高さを際立たせている。俺は客席の隅で固唾を飲んで彼女を見守っていた。ピアノの前に座ったアンナは一度深く息を吸い込み、そして鍵盤に指を落とした。最初の音から空気が変わった。それは魂を震わせるような切なくも力強い旋律。彼女の指から紡ぎ出される一音一音がまるで命のきらめきのように客席に降り注ぐ。ジャズのスタンダードナンバー、クラシックのアレンジ、そして彼女自身のオリジナル曲。どの曲もこれまでの彼女の人生、喜びも悲しみも希望も絶望も全てが込められているかのようだった。俺は
ただ息を詰めて聞き入っていた。彼女の指は時折もつれるように見えたが、それでも音楽は途切れない。むしろ、その危うさが、聞く者の心を強く掴んで離さなかった。まるで燃え尽きる前のろうそくが最後に放つまばゆい光のように、そして最後の曲が始まった。それは、俺たちが高校時代、音楽室で彼女がよく弾いていた思い出の曲、ショパンのノクターン。しかし、その音色は昔とは全く違っていた。深く重く、そしてどこまでも優しい。まるで俺の心の奥底に直接語りかけてくるように、涙が自然と頬を伝った。彼女はこの曲に何を託そうとしているのだろうか。演奏がクライマックスに近づき、彼女の指の動きが激しさを増した。その瞬間だった。突然、彼女の体がぐらりとかしぎ、鍵盤の上に突っ伏すようにして崩れ落ちた。悲鳴のような音がピアノから響き、客席がどよめく。アンナ！誰かが叫ぶより早く、俺はステージに駆け上がっていた。アンナ、しっかりしろ。俺は彼女の肩をゆする。彼女の顔は蒼白で、呼吸も浅い。意識がない。まずい。これは危険な兆候だ。俺はとっさに彼女の脈を取り、気道を確保する。周囲の喧騒がまるで遠い世界の音のように聞こえた。救急車を早く。俺は叫びながら彼女のバイタルを確認する。脳圧が急激に更新しているのかもしれない。一刻の猶予もなかった。救急車が到着し、アンナは担架で運び出された。俺も付き添って救急車に乗り込む。サイレンの音がけたたましく鳴り響く中、俺はただアンナの手を握りしめることしかできなかった。頼む、間に合ってくれ。搬送されたのは倉田教授がいる大学病院だった。皮肉なものだ。救急処置室でアンナの応急処置が行われる間、俺は廊下で待つしかなかった。時間は刻一刻と過ぎていく。やがて処置室から倉田教授が厳しい顔つきで出てきた。俺の姿を認めると、彼は露骨に顔をしかめた。君がなぜここにいる？家族でもない者がうろちょろするな。彼女の容体は、俺は倉田の言葉を無視して詰め寄った。危険な状態だ。腫瘍からの出血が見られる。緊急手術を行う。術式は予定通り私が開発した最新のものだ。倉田は事務的に告げた。待ってください。俺は声を荒げた。あの術式はリスクが高すぎる。今のアンナの状態では、それに耐えられない可能性が。何を言っている？君に何がわかると言うんだ。倉田は冷ややかに俺を見下ろした。君はかつて医療ミスを犯して現場を追われた人間だろう。そんな君が私の判断に口を挟む資格などない。その言葉は古い傷口に塩を塗り込むような痛みを伴った。そうだ、俺は逃げた。あの時、恩師のミスを指摘できず、結果的に患者を危険な状態に陥らせてしまった。そして、倉田はその事実を利用して俺を追い詰めた。あの時は、あなたの圧力に屈して泣き寝入りするしかなかった。だが今回は違う。俺は倉田の目をまっすぐに見据えた。アンナの命がかかっているんだ。俺はもう逃げない。あの日の記憶が鮮明に蘇る。尊敬する恩師酒井教授の執刀した難手術。助手として入っていた俺は、手術中に酒井教授の微細な判断ミスに気づいた。しかし、長年絶対的な存在だった恩師にそれを指摘する勇気がなかった。そして、その一瞬の躊躇が患者の予後を大きく左右してしまった。手術後、患者は植物状態に近い状態になった。倉田は、そのミスを巧妙に隠蔽し、俺にも責任があるかのように吹聴した。恩師は心労からか間もなく他界し、真相は闇に葬られようとしていた。俺は自責の念と倉田への不信感からメスを置いたのだ。ざれ言。倉田は鼻で笑った。君のような過去を持つ人間に何ができる？彼女の家族も私の手術方針に同意している。邪魔をするな。倉田が手術室へ向かおうとしたその時だった。倉田教授、お待ちください。落ち着いた。しかし、威厳のある声が響いた。振り返ると、そこには白髪の紳士が立っていた。この病院の院長、高松先生だった。俺がまだ医師だった頃、何度か学会でお見かけしたことがある。公正な人物として知られていた。院長、どうしてここに？倉田は、狼狽を隠せない様子だった。
立花アンナさんの容体について報告を受けました。そして霧島先生、あなたからもお話があるようですね。高松院長は穏やかな目で俺を見た。はい。俺は力強くうなずいた。アンナさんを救うためには別の術式が必要です。それは、かつて私の恩師である酒井教授が研究されていた非常に繊細で高度な技術を要するものですが、今の彼女の状態にはそれが最も適切だと考えます。バカな。あんなものは机上の空論だ。リスクが高すぎる。倉田が声を荒げる。高松院長は倉田を手で制し、静かに俺を尋ねた。霧島先生、もしその術式を行うとして、あなたにその患者の命を背負う覚悟はありますか？その問いは俺の魂に直接響いた。そうだ、これが医者の覚悟だ。俺は一度それを手放した。だが、今目の前には救いたい命がある。アンナの、あの美しいピアノの音色をもう一度聞きたい。俺は高松院長と、そして不安げにこちらを見守るスタッフたちに向かって、はっきりと告げた。倉田教授の提案する術式は、確かに腫瘍を積極的に切除するには有効なアプローチの一つです。しかし、現在のアンナさんのように、腫瘍から出血し、極めて危険な状態にある患者さんにとっては、あまりにも侵襲が大きく、体への負担が計り知れません。私が提案する、恩師、酒井教授が研究されていた術式は、より繊細な手技で、腫瘍周囲の正常な脳組織や、神経へのダメージを最小限に抑えつつ、出血点と腫瘍の核心部へ的確にアプローチすることを目的としています。確かに、技術的には至難の業ですが、今のアンナさんにとっては、これが最も生還の可能性を高め、かつ、術後の機能回復も期待できる唯一の道だと私は確信しています。俺の言葉に、周囲の誰もが息を飲んだ。それは単なる知識の披露ではなく、アンナを救いたいという俺の魂からの叫びだった。そして、俺はもう一度、高松院長に向き直り、深く頭を下げた。私に執刀させてください。もう後戻りはできない。よろしい。では霧島先生に立花アンナさんの手術をお願いします。高松院長は静かに、しかしきっぱりと言い渡した。院長、何をおっしゃるのですか？彼は。倉田が激高する。倉田教授。高松院長の声が厳しさを帯びた。実は立花アンナさんご本人からこのような書類を預かっています。院長が取り出したのは一枚の便箋だった。そこにはアンナの震えるような、しかししっかりとした筆跡で書かれた言葉が綴られていた。もし、私の手術を霧島作先生が執刀してくださる可能性があるのなら、私は全ての判断を彼に委ねたいと思います。彼が医師を辞めてしまった本当の理由を私は知りません。でも、もし彼が再びメスを握ることで過去の何かを乗り越えられるのなら、そしてそれが誰かのためになるのなら、私は彼を信じます。と、俺は息を飲んだ。アンナ、そんなことを考えていてくれたのか。彼女は俺の過去のトラウマに気づいていたのかもしれない。そして俺が再び立ち上がることを誰よりも願ってくれていた。彼女は霧島先生がなぜ医師を辞めてしまったのかをずっと気にかけていたようです。そしてもし叶うなら、あなたに再び医療の現場に戻ってほしいと、そう願っていた。高松院長はアンナの思いを代弁するように言った。涙が溢れて止まらなかった。アンナの深い信頼と温かい思いが俺の凍りついた心を溶かしていく。俺はこんなにも素晴らしい人に愛されていたのか。それだけではありません、倉田教授。高松院長は鋭い視線を倉田に向けた。あなたが過去に酒井教授の手術に関する報告を改ざんし、霧島先生に不当な責任を負わせようとした疑いについて、我々は内密に調査を進めてきました。そしてその証拠が先日ようやく揃ったのです。あなたには近々正式な通達があるでしょう。倉田の顔がみるみるうちに蒼白になっていく。彼の野望も地位も今この瞬間に崩れ去ろうとしていた。なぜ私がそんなことを。倉田は絞り出すように言った。私が霧島くんを陥れる理由などどこにもないはずだ。高松院長は冷徹な目で倉田を見据えた。理由ならありますよ、倉田教授。
霧島先生の類いまれなる才能に対するあなたの嫉妬。酒井教授が誰よりも霧島先生の将来性に期待を寄せていたことへの焦り。そして何より、酒井教授の手術におけるご自身の判断の甘さを誇とし、すべての責任を若き霧島先生に押し付けることで、ご自身の地位を守ろうとした、その浅ましき保身と野心、違いますか？院長の言葉の一つ一つが、倉田の虚飾を剥ぎ取り、その醜い本性を白日のもとにさらしていく。周囲にいた他の医師や看護師たちも、息を飲んで成り行きを見守っている。酒井教授が亡くなられた後、あなたは彼の研究成果を自分のもののように発表し、その名声を利用して今の地位まで上り詰めた。その過程で、霧島先生の存在は邪魔だったのでしょう。彼の潔白が証明されれば、あなたのキャリアは終わる。だからあなたは彼を徹底的に排除しようとした。そんなバカな。倉田は力なく首を振るだけで、もはや反論する気力も失っているようだった。彼の足元から築き上げてきたすべてが崩れ落ちていく音が聞こえるかのようだった。高松院長は、ふーと一つため息をつくと、今度は俺にいたわるような、そして申し訳なさそうな目を向けた。霧島先生、今回の調査で過去の真相が明らかになったとはいえ、君が長年背負ってきた苦悩を思うと言葉もない。我々病院組織としてももっと早くこの事態を把握し、君の潔白を証明するべきだった。本当にすまなかった。院長は深々と頭を下げた。その誠実な態度に俺は胸が熱くなるのを感じた。誰かが俺の苦しみを理解してくれた。それだけでどれだけ救われた気持ちになったことか。院長、ありがとうございます。俺の声は感謝と安堵で震えていた。高松院長は顔を上げ、改めて俺に向き直った。霧島先生、準備はよろしいですか？手術室はすぐに用意させます。俺は涙を拭い、力強くうなずいた。はい、必ずアンナを救ってみせます。俺はアンナの思いを胸に、そして恩師が残してくれた知識と技術を信じて手術室へと向かった。ドアの向こうにはアンナの命運がかかっている。そして俺自身の再生も。もう迷いはない。この手で未来をつかむんだ。手術室の無影灯が俺の全てを白日のもとにさらしているかのようだった。眼前に横たわるアンナの命は今この俺の手に委ねられている。かつてこの手からこぼれ落ちてしまった命の重み、そしてアンナの俺への絶対的な信頼、それら全てが俺の中で一つの強大な力へと変わっていくのを感じた。脳外科医としてのブランクは長かった。だがこの瞬間のために俺の指は、脳は、そして魂は全てを記憶していたかのようだった。恩師酒井教授が晩年心血を注いでいた術式、それは既存のどんな術式よりも繊細で執刀医の極限の集中力と技術を要求するものだった。周囲の雑音は消え、俺とアンナと、そして俺のメスだけが存在する世界。俺はまるで音楽を奏でるように正確に、そして迷いなく手を動かした。それは神業などという大げさなものではない。ただ目の前の命を救いたいという純粋で強烈な祈りにも似た思いが俺を突き動かしていた。長い時間が経過したように感じられた。手術を終え、俺が手術室から出た時、空は白み始めていた。高松院長が心配そうな顔で俺を迎えた。霧島先生。俺はマスクを外し、深く息を吐いた。全力を尽くしました。あとは、アンナ自身の生命力を信じるしかありません。その言葉が俺に言える全てだった。それから数日間、俺はほとんど眠らずにアンナのそばについていた。彼女の指がピクリと動いた時、そしてうっすらと目を開けた時、俺は言葉にならないほどの感動に包まれた。それは新しい命の誕生に立ち会った時のような神聖な感覚だった。アンナの回復は奇跡的と呼ぶにふさわしかった。脳の腫瘍はきれいに取り除かれ、幸いにも後遺症もほとんど残らなかった。彼女が再び意識を取り戻し、最初に俺に向けた微笑みは、まるで生まれたての赤ん坊のように無垢で、そして力強かった。サク君。かすれた声だったが、確かに俺の名前を呼んだ。ありがとう。その一言で、俺のこれまでの苦悩は全て吹き飛んだような気がした。退院したアンナは
リハビリを経て、驚くべき速さでピアニストとしての感覚を取り戻していった。そして、あの日中断された最後のコンサートの代わりに、再生のコンサートと名付けられた演奏会が同じライブハウスで開かれた。満員の客席の中、スポットライトを浴びてピアノの前に座るアンナは、以前にも増して輝いて見えた。彼女の指から紡ぎ出される音色は、苦難を乗り越えた者だけが持つことのできる深みと、そして未来への希望に満ち溢れていた。その一音一音が聞く者すべての心に染み渡り、会場は温かい涙と感動で包まれた。俺は客席の後ろでその光景をただ黙って見守っていた。彼女の音楽が今確かに多くの人々を救っている。俺が医師として目指したこととは違うけれど、これもまた尊い救済の形なのだと、そう思った。倉田教授はアンナの手術の後、すべての不正が明るみに出て失脚した。彼が築き上げてきたものは砂上の楼閣のように脆くも崩れ去った。彼がその後どうなったのか、俺は詳しくは知らない。ただ彼もまた、いつか自分の犯した過ちと向き合い、新たな道を歩み出すことを願うばかりだ。一方の俺は、あの日を境に、再び脳外科医としての道を歩み始めていた。高松院長の計らいで、古巣である大学病院に復帰することができたのだ。最初は戸惑いもあったが、アンナを救ったという事実が、俺に大きな自信を与えてくれた。そして何より、俺を信じ、待っていてくれた人たちがいた。かつての同僚たちは、俺の復帰を心から喜んでくれた。恩師、酒井教授の名誉も回復された。彼が残した手術記録や研究論文は再評価され、その先見性と偉大な功績が改めて世に知られることになった。俺は恩師がやり残した研究を引き継ぎ、多くの若い医師たちを育てながら、日々メスを握っている。もうあの頃のような迷いはない。この手で救える命がある限り、俺は医師であり続けようと誓った。そして、アンナと俺の関係も少しずつ、しかし確実に変わっていった。彼女はリハビリ中も、そしてピアニストとして復帰してからも、俺の心の支えであり続けた。俺たちが一緒にいる時間は、まるで美しいジャズのセッションのように、互いの音色を尊重し合い、そして高め合っていく。そんな心地よさに満ちていた。ある晴れた午後、俺は久しぶりにブルーノートのカウンターに立っていた。叔父から受け継いだこの店は、今は信頼できる若いスタッフに任せているが、時々こうして顔を出すのが習慣になっている。壁のレコードジャケットもピアノもあの頃のままだ。マスター、いつもの。ドアベルとともに聞き慣れた声がした。アンナだった。彼女はにっこりと微笑むと、いつもの窓際の席ではなく、俺の隣のカウンタースツールに腰掛けた。今日は患者さんどうだった？ああ、難しいオペだったが、うまくいったよ。俺はコーヒーを入れながら答えた。さすがサク先生ね。アンナはいたずらっぽく笑う。おいおい、ここではマスターだ。二人で顔を見合わせて笑う。こんな穏やかな時間がいつまでも続けばいいと思う。アンナは入れたてのコーヒーを一口飲むと、ふーと息をついた。ねえ、サクくん。私たち遠回りしちゃったのかな？そうかもしれないな。俺は窓の外に目をやった。でも、その遠回りがあったからこそ、見つけられたものもあるんじゃないか。うん、そうだね。アンナは、そっと俺の手に自分の手を重ねた。今のサクくんの音、すごく優しくて温かい音がする。昔も素敵だったけど、今の音はもっとたくさんの人を包み込める音だと思う。お前のピアノもだよ、アンナ。あの日のノクターンは、俺の人生で聴いた中で最高の演奏だった。ありがとう。夕暮れの光が優しく二人を包み込む。俺たちは多くを語らずとも互いの心に流れるメロディーを感じ取ることができた。人間は過ちを犯す生き物だ。そしてその過ちから逃げ出したくなる時もある。俺もそうだった。しかし本当に大切なのはその過ちと向き合い、そこから何を学び、どう未来へつなげていくかということなのだろう。そして一人では乗り越えられない壁も誰かの支えがあればきっと乗り越えていける。アンナが俺に教えてくれたように、俺たちの人生という楽譜にはきっとこれからも
様々なメロディーが書き加えられていくだろう。時には不協和音もあるかもしれない。でも二人でいれば、きっとそれを美しいハーモニーに変えていけるはずだ。アンナが俺の肩にそっと頭を持たせかけてきた。彼女のぬくもりを感じながら、俺はこの愛おしい日常が、そして彼女の奏でる希望のメロディーがいつまでも続くことを心から願っていた。ブルーノートの片隅で埃をかぶっていた古いレコードのように、俺の心もまた再び美しい音を奏で始めたのだ。それは再会と希望と、そして愛に満ちた温かいメロディーだった。